皆様ご視聴ありがとうございます。私は今、関西空港へ向かっています。これから私は日本を出発し、トルコのイスタンブールを経由してウクライナに向かいます。ご存知の方も多いとは思いますが、ウクライナは現在ロシアとの戦争状態にあります。そのため飛行機で他国から行くことは不可能な状況です。もちろんウクライナに今渡航することに関して様々なご意見があるかとは思いますが、私なりに事前に調べ、安全を最優先し、自己責任で行くこととしているのですが、今回の渡航についてはとある目的があって行くことにしました。そのお話は後でご説明いたします。一般的なルートとして、ウクライナの隣国ポーランドやルーマニア、モルドバなどを経由して陸路で行くことになります。私が選んだルートは関西空港からターキッシュを利用してイスタンブールを経由し、一旦モルドバのキシナウへ向かい、そこから陸路でウクライナ入りを目指します。また今回のこの件についてどうしても私に意見が言いたいとの方は、ぜひ私に直接おっしゃってください。しっかりと対応いたします。ただ意見者の情報、氏名、身分がわからない匿名での意見は一切スルーいたしますのでご了承ください。今回の動画では関西空港からヨーロッパ最貧国のモルドバへの移動を紹介します。それでは最後までご覧ください。ということで関西空港に到着したんですが、今説明した通りで、これからウクライナに向けて移動をしていきます。今マスクしてるのでちょっと花粉で鼻水が止まらないんで、長時間の過酷な、多分今年で一番きつい移動をね、します。万全な状態でですね、準備もしました。でこれからねチェックインして、エコノミーですね、まずはイスタンブールまで11時間半だったかな。でその後、モルドバまではそんな遠くないです。2時間ぐらいだと思いますけど、とりあえずこの後の、関西空港発ターキッシュ、それでイスタンブールに行って、でイスタンブールで乗り継ぎを2時間半ぐらいありまして、そこからモルドバのキナシウというね、ヨーロッパ最貧国と言われている、モルドバ、初めて行きますけど、その後ウクライナに行く国境を越えるバスがね出ておりますので、それの予約ももうしてあって、そこからね、14時間とかバス乗らないといけない、14、15ぐらい、博多号と同じぐらいのバスですね。でその日のうちにもうバスに乗りますので、1泊とか、ね、そんなことしないです。もう乗り継ぎ、そのまま乗り継ぎで、ダイレクトに今回はさっさと、キーウの方に向かいますので、今の説明で簡単にウクライナに行くって今言いましたけど、かなりね、大変です。いろんなことが起きるかもしれません。事前にかなり調べた上で、自己責任で行くんですけど、皆さんも承知のねことだと思いますが、今戦争中ですので、その辺はね気を引き締めていきたいと思います。後からおいおい話そうとは思ってますが、今回なぜ私がウクライナに行くのかというと、どうしてもねちょっと自分が参加してみたいツアーが再開したんで行きます。また後で説明します。うわー、すでにもうターキッシュ並んでますね。めっちゃ人いるわ。満席かなこれ。ターキッシュのチェックインカウンターすでにこんだけ並んでますね。やばいわ、これ満席なんじゃないかな。一応エコノミーなんですけど、今回ねスターラゴールドなんでこちらのレーンを使わさせていただきます。でチケットはね、金額はね全部で15万ぐらいかかってます、片道で。ということでチェックインの方完了いたしました。今回ね、エコノミーで、行きます。で今聞いたところもうほぼ満席で、もうすでに私の横にもねお客さん予約入ってるということで、ブロック厳しいということで、諦めました。11時間30分我慢します。でラウンジも行けますし、あとファストレーンのチケットくれました。これですね。イミグレーションとか保安検査早いやつですね。ビジネスじゃなくてもくれるんですね。これちょっと知らなかったな。チケットもモルドバ、キシナウまでですね全部発見しておりますので、もうこれでやることはないです。さっきキナシウって俺言ったかもしれないですね。キシナウです。モルドバの首都ですね。今回ねモルドバでの滞在はゼロなんですよ。本当に通過するだけなんでいずれまた行ってみたいと思います。かなりね面白い国だとは思うんですけどね。よし、じゃあちょっと気合い入れていきましょうか。ということで保安検査と出国審査秒で終わりました。さすがファストレーンだ。並ばなかった1回も。とりあえず今から ANA のねラウンジ行ってくださいということなんで、そちらに向かいます。いやー、11時間30分か。ヨーロッパのねど真ん中に行くよりかは3時間ぐらいは短いですけど、しかもイスタンブールで休憩できると考えれば、
いいですけどね、もう隣人がいるの分かってて、あれだけね、欧米人の人たちいっぱいいたから、みんなでかいですしね、俺もでかいけどさ。ちなみにさっきファストレーン使うときに入り口でチケットの確認とかあるじゃないですか。あそこで担当だった若い女性の、検査する人が私の、ね、チケット見てね、行き先これどこですかって言われたんですよね。モルドバの、キシナウですって言ったんですけど、モルドバてん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 みたいになっちゃって、そうなんかイスタンブールなのにモルドバなんですかっていう話になって多分それモルディブですねみたいな。モルドバとねモルディブ似てるんですよ。分かんない人には分かんないよね、それがどこにあるのかとか、国名も初めて聞くみたいな人もいますよね。かなりマニアックだとは思いますけど、一応ねヨーロッパなんですよね。あと謎に関西空港暑いんですけど、今もうねさっきシャワー浴びたばっかなんですけど汗かいてます。なんでこう高め設定なんだろうな、関空って。いつもつい最近来たばかりですけどね、重慶行くときにカレーの匂いするわ。ということでラウンジ入りました。カレーちょっとだけ持ってきました。この後乗ったらすぐに機内サービス入ると思いますけどね、ちょっとだけ食べます。コーラ、ゼロコーラと緑茶です。ちょっと今日はもうコーラ飲みます。ラウンジの中めっちゃ涼しいわ。外暑すぎだよね。温度管理関空なんかいつも俺疑問に思うことあるんですけど、ラウンジはね今日めっちゃ空いてる。この時間空いてるんだね。全然お客さんいないわ。いやいいですね。もう激混みかと思ったんですけど。でこの後ね22時30分に出発するイスタンブール行きに行って、でイスタンブールに到着が朝5時ぐらいだったはずです、現地時間の。でそこで2時間半のトランジットがあって、その後モルドバのキシナウ行きに乗り換えます。この動画ではキシナウ到着までお届けしようかなと思っておりまして、モルドバに入国してね数時間、ちょっと時間を空けて、そこからキーウ行きのウクライナの中に入っていくねバス、しかもフィリックスバスなんですよね。皆さんヨーロッパ旅行行かれた人、使ってる人意外といると思いますけど、バス乗らないっていう人もいるかな。LCC バスって言われてるような、ヨーロッパ中、アメリカとかでも走ってるんですけど、緑色のバスがあって、それがね今も走ってるんですよ。最近再開したのかな、ちょっと分かんないんですけど、それが、空港からダイレクトにですね、キーウの、セントラルバスセンターというところに行くんですよ。それを多分次回の動画にすると思いますけど、それがね15、6時間、14、15、16、それぐらい多分かかると思うんですよね。で入国審査とかも私ねロシアのスタンプあるんですよね。だからちょっとどうなるんだろうっていう、入国自体はね日本人はビザなしで行けるんですけど、そこがちょっと怪しいところなんですよね。モルドバまでは多分問題なく行くと思います。ただちょっときついっていうだけで遠いんでね、そんな感じで行きます。でさっきちょろっと話した私がねウクライナに行く理由、どうしても行きたいツアーが再開したっていう話なんですけど、それはねちょっとどういうツアーかここでは内緒にしておきますけど、すごくね私がウクライナに行ったら絶対に行ってみたいなと思ってたツアーだったんですよ。でそれがね外国人が参加できるツアーがしばらくね、中止だったんですよ。戦争もあるしね。で今ね再開したんですよね。それを知ったんで、ってことは外国人ツアー参加できるってことですよね。再開したってことは。なので一応日本人はその外務省は危険レベル4ですけど、ウクライナとしては外国人来てくださいっていう風なニュアンスにも取れますよね。で実際にもういろんな国の人がそのツアーに参加してるみたいなんで、もう私もね普通に申し込んだっていう感じです。しかもそのツアーねウクライナの国がやってるんですよ。基本的には旅行会社が下請けみたいな感じでやってるんですけど、メインはもう国が主導でやってるツアーなんで、私はそういう解釈をしました。違ってるかもしれないし、それ批判する人いるかもしれないですけど、私は自己責任でもちろん行くんでね、それで決意しました。それではラウンジを出ました。あと30分ぐらいで搭乗開始なんでゲートに移動します。ということで久しぶりの長距離なんで、私はもう最近ねもう長距離の移動が嫌であまり飛行機乗りたくないんですけど今日はちょっと頑張ります。で久しぶりにね睡眠導入剤ドリエルをちょっとあと機内入ったら飲もうと思います。なるべく寝てごまかします。あとですね、今回の航空券さっき15万円ぐらいと言ったんですけど、フルフレックスっていう、エコノミーの中で一番高いやつを今回買ったんですよ。なんで突然乗らなくなったとかしてもですね、全額お金返ってきたりとか、マイルも一番確かもらえるはずですね。で
アップグレードの可能性も一番高いっていうか、それしかなかったんですよね。結構ギリギリに買ったんで、セールの運賃はもう売り切れになってて、自然と一番高いやつしかなくてね、往復で、今回もし買った場合はね28万ぐらいだったかな、エコノミーで。結構高いなと思ってね。で帰りはまたね、違うルートで帰るんですけど、片道15万ちょっと高いなと思いましたけど、中国経由も考えたんですけどね、そんなに値段変わんない。時間はねあっちの方がヨーロッパには先に着くんですけど、モルドバに行くとなるとね、ちょっと乗り継ぎの時間も、いろいろ長かったんで、今回は最短で行けるのがこのターキッシュだったんで、もうこっちを買いました。最短といっても30時間以上かかるんでね、地獄ですよね。それでこちらが今から私が乗る飛行機ですね。ターキッシュの787ですね。1日2便あるのかな、777の日もあったと思いますけど、こちらですね。で座席が10の H で、今回ちょっとね妥協して通路側にしたんですよね。結構前の方だと思いますけど、フルフレックスで買ったんで、あとスターラゴールドっていうのもあると思うんですけど、座席エコノミーどこでも選べました。最初のオンラインの予約の時に。でただ隣にも人が来てるということで、ビジネスで行きたかったですけどね、ビジネスね片道ね38万とかだったかな。迷いました。買っちゃおうか迷ったけどやめましたとりあえず行きは頑張ろうということで、はい、これで11時間30分かな。とりあえずイスタンブールまで頑張ります。ということでゲートの前に来ました。21番ゲート、免税店の一番前の一番近いところのゲートでした。イスタンブール行きで、これ海外でもよくあるんですけど、出発時間が早まるっていうね、22時15分になってます。はい、それでは優先搭乗始まりましたんで乗ってきます。ターキッシュエアラインズ TK87 便イスタンブール行きご利用のビジネスクラスご利用のお客様、エリットプラスのお客様、スターリアンズメンバーゴールドのお客様、21番ゲートよりご搭乗ください。ということでゲートくぐりました。ゲートピンポンはなかったですね。フルフレックスの一番高いエコノミーでもこんなもんですよとりあえずね通路側なんで景色は今回多分あんま撮れないですね。というのも出発はもうこの夜の真っ暗な時間で、現地もね到着が、早朝なんで多分暗いでしょう、なんで今回ちょっと妥協して通路側ですけど、Second line on site. Thank you. ここですね、前から2番目か。ということで機内に入りました。まだお客さんが乗ってきてないんで自分しかいないんですけど、いろんなもの置いてありますね。アメニティポーチ、ちゃんとこのもらえるんだ。とヘッドホンとブランケットでクッションまであります。なんかいっぱいありすぎて邪魔になりそうなぐらいありますね。モニターも綺麗ででかくて、機内もいい感じですね。素晴らしい。ターキッシュのエコね、実は初めて乗るんですよ。生意気にもね過去2回乗ったことあるんですけど、全部ビジネスなんですよね。で拳1個ぐらいしかない、結構狭いエコなんですねこれね。こんな狭いんだ。 LCC に負けないぐらい狭いと思います。機材はですねボーイングの787-9ですね。はい、今回ちょっと通路側で妥協させていただきましたんで、日本語ありますね。はい、ちょっと見えづらいとは思うんですけど、USB、大体普通のありますよね。ちゃんとタイプ C もありますね。以前にタイプ C がね装着されてる、このエコノミー、カタールでしか見たことないです。ターキッシュ、これ多分新しい方ですよねきっとね。もう大体みんな今タイプ C なんで、これあると嬉しいですよね。CA さんたち男性女性結構大人数乗ってますね。エコノミーだけでも担当する人すごいいっぱいいそうな感じですけど、もう皆さんね満面の笑みですね。やっぱトルコの人たちはすごい優しい人が多いし、もう好印象ですね。予約確認表には11時間30分と書いてありましたけど、これ見ると12時間28分になってますね。だいぶ違いますね。1時間くらい違いますけど、いいでしょう。今大体お客さんが全員乗ったって感じですかね。私の前と斜め前と真横に
ちっちゃなお子ちゃんが来ております。まあ、必ず私の周りにはね、特にエコに乗ると来るんですけども、これはもう運命だと思ってます。はい、あと本当に満席なんですね。一席も空いてる席が周りで見えないです。もうパンパンに皆さん乗ってますね。で、あと忘れかけてましたけど、イスラムの人たちってね、本当家族で隣に座らないとっていうのが結構強いので、席を変えてくれなどなんか結構みんな話してます。私の隣の人は言ってこないですけど、もっと多分イスラム厳しいところだと隣に、ね、知らない男性座っちゃいけないとか、昔なんかクウェーとかなんかでこれ言われたことありますけど、頼むから席変えてくれみたいな、そこまではなさそうですね。こういうの結構イラッとする人はいるんじゃないかな。せっかく座った後に頼むからって言って家族みんなでなんか席を変えてくれって言われていいんだ、変えてもいいんだけどね、まあもうまたなんか荷物出したりするのも大変ですからね。ということでドアが閉まりました。皆様こんばんは。本日は今日のお客さんたちめっちゃ盛り上がってますね。相当日本の旅行楽しかったんかな。中国便に負けないぐらい皆さん結構喋ってる人たちと、あとスマホで音を出してる人たちがエコノミーの方はいっぱいですね。今年の5月に私が行った ANA のね特典航空券世界一周ビジネスクラスの旅でもイスタンブールは行きました。まあ乗り継ぎだけでしたけどね、1泊はしましたけどね。で今年でしたっけ、ANA がイスタンブール直行便を開設するんで、また結構話題になるのかなとは思いますけど、イスタンブールもね多分ロシアの上飛べないから結構遠回りなんだと思うんですよね。なんか10時間ぐらいのイメージがありましたけど、11とか今おおむね13時間かかりますね。窓からの景色は映せないんでこのモニターでお許しください。出国する前にのどかでシャワーも浴びれたんで、だいぶすっきりしてますね。やっぱフライト前、特に長距離の前はシャワー浴びれるといいですね。ANA のねラウンジでもシャワー浴びれたんですけど、混んでなかったんで普通に行けそうでしたけどね。でもこの長時間はやっぱりきついですから、シャワー浴びた方が楽ですよね。あとはさすが外資系のエアラインなんで、空調はねもうこの段階で結構涼しいですね。そう、関空の中が暑かったんでね、余計涼しく感じるのかとは思いますけど、もうエアコンすごい効いてますね。風もすごいすごい強いですね。これでも多分このままいったら多分風邪ひくぐらい寒いと思うんで、半袖の人とかいますけど、それぐらい暑かったですね。空港の中、離陸前のこの電波が届くギリギリまでね、皆さんスマホで YouTube 見たりして、スピーカーモードで、隣の人もやってます。フライトマップを表示しようとしてるんですけど、ずっとこのまま変わらなくて、他のお客さんは見れてるんで、なんかこれぶっ壊れてるかもしれないですね。ずっと地球儀しか映ってないです。 Sayın yolcularımız, kemeri ikaz ışıkları sönünceye kadar lütfen kemerinizi bağlı tutunuz. 前のお客さんが全開でシート倒してるんで超狭いですね。これ食事の時は戻してもらわないと多分俺もテーブル広げれないぐらいの狭さですね。目の前の大家族がすごい盛り上がってるんですけど、今機内食のエコノミーでもメニューが配られまして、日本語でちゃんと書いてありますね。ターキッシュエコノミーでもちゃんと来るんですね。
なんかね、荷物をね、なんか移動させたいというのですごいこの人たちが盛り上がってて、正直超鬱陶しいです。はい。もうちょっとおとなしく座ってろって感じなんですが、席を変えたりするから荷物を自分の場所に移動するために通路を塞いでで子供は泣いてるし、まだ機内サービスは始まってませんけど、このドリエルっていうやつ、私が長距離フライトで寝るときには毎回持ってくんですけど、特にエコノミーの場合は、はい、まあこれドラッグストアで売ってますけどね。ということで機内サービス1回目が始まりました。離陸して1時間ぐらいですかね。今ちょうど韓国の上空に行くぐらいのところですけど、メニューは先ほど言った通り牛肉か、うどんだったんで、今回うどんを選びました。多分焼きうどんだと思います。でこれラタトゥーユかなみたいなやつとか、あとサラダとケーキ、ムースかな。ドリンクはゼロコーラと、オレンジジュースをもらいました。でパンがうまそうですね。超熱々ですね。はい、まあおしゃれですよね。はい、あ、焼きうどんだ。ちょっと食べてるシーンはお客さんいっぱい乗っててパンパンですし、カメラ置くとこないんでちょっと割愛しますけど、これ焼きうどんかと思ったけど、まあ麺はうどんというよりもパスタみたいな感じですね。味はちょっとよくわかんないな。醤油の味とかソースの味じゃないんで、そのトルコ仕様になってるのかもしれないですね。はい、隣の人はもうこれ食べてるんですけど、このラタトゥーユをぶっかけてぐちゃぐちゃにして食べてますね。これも薄味かな。結構まずくはないですけどね。あと思ったより量はないんで、まあ、ちょうどいいって感じですかね。でサラダは美味しそうなんですけど、一切ドレッシングとかはなくて、みんなそのまま食べてるって感じですかね。まあ、ちょっとずつ食べましたけど、まだケーキは食べてないけど、美味しいですよ。まあ、あとは食事を片付け終わったらひたすら寝ようと思ってますんで、まだまだ先は長いですけどね。到着前の食事とか、それもちょっと紹介できればと思ってます。この後ね、乗り継ぎなんですよね。モルドバに到着するところまではね、お届けするつもりなんで、あと1フライトありますからね。いやもう結構しんどいですね。もうしょっぱなからもうビジネスに乗ろうがそんなの関係なく、長時間フライトがもう最近嫌いになってしまったんで結構苦痛です。先ほどまでマップがねちゃんと機能しなかったんですけど治りましたね。今ちょうどソウルの上ぐらいですかね。ロシアの上は飛ばないですよね。これ見てると飛んでるように見えるんだけど、多分ギリギリ飛んでないんだと思いますよ。これ見るとちょっと分かりづらいんですよね。多分ギリギリこう通らないんだと思うんだけどな。なんかこれで見るとなんか部分的に入ってるような気がするけど、ちょっと分かんないですねこれは。シートベルトをしっかりとお締めください。またギャレーに来ました。チョコレートブラウニーと飲み物とパンとかはあって自由に食べれます。いやーでも結構きついですね。12時間以上はだいぶ長いですわ。残り、到着まで2時間10分ですね。あと2時間で着陸ですけど、到着前の機内サービスが始まりました。で食事はオムレツかフィッシュだったんで、私は魚を選びました。でフィッシュの方が日本食ですね。サバのなんちゃらだと思いますけど、こんな感じですね。はい。であとはほうれん草のサラダかなとフルーツでパンで、ドリンクはオレンジジュースを選びました。オレンジジュースばっか飲んでますね。やばいですね。ちょっと控えないといけないかな。May have temperature is 12 degrees Celsius in Istanbul and the sky is partly cloudy. Thank you for flying.
長かったフライトもあと26分で到着です。マジで長かったわ。ということでイスタンブール国際空港に着陸しました。外はまだ真っ暗ですね。とりあえずこの後飛行機降りてトランスファーの方に行って、もうチケットは持ってるんでね、荷物もダイレクトで、行きますので大丈夫だと思いますけど、あとこのイスタンブール空港ね、今年も5月ぐらいに行きましたけど、めちゃくちゃ素晴らしい空港です。はい、ピカピカで、ラウンジも多分行ける時間多少あると思いますんで、ターキッシュの行ってみようと思ってます。とりあえず降ります。皆様、世界への玄関口イスタンブール空港へようこそ。Thank you. Thank you. Thank you. ということで12時間30分エコノミーで耐えました。結構ね狭かったね。機材新しいんだけどね、きつかった。でもとりあえず今からもうあんま時間ないんで乗り継ぎです。5月ぶりのトルコですね。やっぱ匂いがやっぱ一つ一つ全然違いますね。これはこれでトルコの匂いですと、なんかちょっと中東っぽさと、なんだろうねこの匂い、トルコっぽいです。うわー、久しぶりだとすごく広く感じるな。立派な空港ですよね。この先ですね、あそこですね、あそこがインターナショナルトランスファーなんで国際線乗り継ぎですね。それでは行きましょう。それでこちらがですねインターナショナルのトランスファーで、ちょうど目の前にですねタバコ吸うとこあったんですよ。すごいですよね。この動線の中にあるって珍しいなと思いました。トランスファーの入り口でタバコ吸うところがあったんで今吸ってます。結構珍しいですよね。大体もう飛行機降りてからの動線の途中に喫煙所があるところって少ないと思うんですけど、トルコはタバコ吸う人多いんで寛大ですね。はい、それでは今から乗り継ぎの、審査、特にやることはないと思いますけど、チケットももう持ってるんでね、行こうと思います。ちょっとすごいことが今あって、今喫煙所の中でね声かけられたんですけど、視聴者さんにね、中国人の方でした。日本語ペラペラだったんですけど、永住権も取って日本で暮らしてるって言ってたんですけど、スーさんのね中国動画結構中国人見てるよって今言われましためちゃくちゃいい人でした。初めてかもしれない海外の、もうほぼ日本人だとは思うんですけど、声かけられました。スーさんだって言って嬉しいとりあえず乗り継ぎ手続きします。ということで乗り継ぎ審査と保安検査終わりました。そんな混んでなかった、早かったですね。でこれからもう今から、国際線の出発フロアに制限エリアに入るんで、ターキッシュのねラウンジ行きましょうか。搭乗開始まではねあとね2時間ないぐらい、2時間半の乗り継ぎ時間あったんですけど、かなりスムーズだったんで余裕がありますね。正直ねさっきのフライトで5時間ぐらいは寝たと思うんですけど、あんま寝れなかったんですよね。ドリエル飲んだんですけど、ちょっとこれからまだまだ過酷な移動が続くんで気合い入れたいと思います。とりあえずまだ表示されてないですね。ゲートが決まってないって感じです。6時半に決まるって書いてありますね。まだまだ時間はあります。すごいな、こんな朝早いのに人こんだけいるもんな。現地時間で朝5時40分ですからね今ね。すごいっすよね。確かねラウンジがスターラゴールドとビジネスクラスの人で分けられてた気がするけど違ったかな。お腹はね全然空いてないんで、ちょっと飲み物だけもらって、もうあとは喫煙所の近くでゆっくりしようと思います。ということでイスタンブール空港はね至る所にタバコ吸うとこがありますんで、黙々の人はもうパラダイスだと思います。結構等間隔にいろんなとこにあるんで、常に歩きながら寄れる感じで素晴らしいですね。あそこに書いてありますね、 C ゲートの方にもあるみたいですけど、ラウンジがターキッシュの多分しょぼいやつですね。ゲートが逆だったらちょっと移動大変だな。一応こちらの空港からは今から行くモルドバのキシナウ、1日ね2便ぐらいターキッシュが飛ばしてます。多分それしかないです。これですね、ビジネスラウンジじゃないわ、普通のやつです。おそらくここでスターラゴールドのビジネスに乗らないような、ただステータスでラウンジ入ろうとする人はここに集約されるんじゃないかな。
それではラウンジ入りました。飲み物いっぱいありますね。これうまいんですよね。なんかすもものジュース。でもあの時たくさん飲んだから俺多分急性糖尿病になったからちょっと我慢しようかな。ちゃんと食事を作ってくれるところもありますね。全然これでいいですね。で変わらないぐらいですけどね。今こんな感じでオムレツをね作ってくれる感じの多分時間帯で結構並んでるんで、食べるのやめときます。多分機内食もあるんじゃないかな。ないかな。めちゃくちゃ広いわ。食べるものいっぱいあるね。すごいあるわ。全然このビジネスラウンジじゃなくても変わらないんじゃないかな。なんかパンも焼いてますね。こんな感じで焼きたてのパンをね今配ってたんで、これなんてやつなんですかね。このトルコのやつあるじゃないですか。熱いな。焼きたてです。であとこれもクロワッサンみたいなやつと、この裂けるチーズみたいなやつかな。はい。とこれだけ持ってきました。あと高そうなオレンジジュース、前も飲みましたね。この瓶のやつと水ですね。賞味あと1時間ぐらいしたらもうゲート行っちゃおうかなと思います。6時半でゲートが分かるんで、でも朝でもすごい混んでますね。食事もこんなに山のようにこのビジネスラウンジじゃない方でもあるとは思わなかった。やばいな。さっきの飛行機の中でもオレンジジュース2杯ぐらい飲んだなまた飲んじゃうこれ本当やばいですからね。糖尿病気をつけてる人、このフルーツジュース系かなりやばいんで、コーラよりも多分やばいと思います。いただきます。超うまい。トルコは裂けるチーズが国民食みたいな感じですよね。日本でも売ってるじゃないですか。あれ超うまいですよね。いろんな種類がトルコにありますよね。これ美味しいですよ。焼きたてのごまがいっぱいついたパン。美味しいね。とりあえずね、大阪からイスタンブールまで12時間半耐えて、ここからモルドバまではね2時間ぐらいだと思います。でそっからですよ問題は。次の動画にはなると思いますけどね、バスの長距離移動で、多分ウクライナに入るのはね割と前半のうちに済むと思うんですけど、そこからキーウがねちょっと遠いんですよね。なんでどういうルートで行くかちょっとよく分かってないんですけど、あとさっきも言った通りロシアのスタンプがあるんでね、もうこの時期にウクライナに、入った人たち、鉄道もしくはバスなんですけど、多分ほとんどの人がねバスだと思うんですよね。鉄道が全然予約取れないんで、その人たちはね何もなくスタンプで押されて入ったっていう人もいれば、なんか時間かかったっていう人もいるみたいで、イミグレーションもねなんかすごい混んでるみたいなんですよ。特に陸路で行く場合はそこでの待ちがすごいあるみたいな書いてあって、で一応到着は明日のちょうど24時間後ぐらいですね。明日の朝5時とか6時なんですよね。今回はさっきも言った通りモルドバ着いたら一旦区切りますけど、すごい過酷ですね。もう30時間以上ノンストップ移動なんでね、もうキーウ着いたらホテル入ってすぐにちょっと休憩しないと倒れるかもしれないっていうぐらい今年の2024年の最後の、アフリカとかも行きましたけど、多分一番きつい、体力的にもメンタル的にも、バスだし、最後はバスですしね、ちょっと頑張ろうかなと思います。ちょっと気合い入れますわ。思い出しましたけど、さっきターキッシュのエコノミーでもね配ってくれたこのちゃんとしたアメニティ、これねもうテーブルも小さかったですし、前の人も机ずっと椅子をねずっと倒してたんで、広げてちょっと取るのめんどくさかったんで、ちょっと今から開けてみますわ。結構ねたくさん入ってる。すごいよね、エコノミーでこんだけくれるって。歯ブラシとはすごいスリッパ入ってたんだ。すごいスリッパも入ってるし、アイマスク、靴下、まだまだいっぱいあるぞ。なんかクリームとか耳栓も入ってるし、すごいですね。ビジネスクラス並みですねこれちょうど後のバスの移動の時に役立ちそうですね。使わさせていただきますわ。やっぱそういうところがすごいですね、外資系の航空会社ってそれではもうラウンジ出ます。
案外時間がなかったですね。今7時21分なんで、7時半から搭乗開始なんで、ゆっくりする時間なかったです。はい、もう行きます。ゲートに。モルドバに行く人がね、どれぐらいいるのかっていうのも気になりますよね。まあ普通に仕事の往来の人が多いのか、旅行で行く人が多いのか、ヨーロッパ最貧国モルドバ、そこもすごい気になるんですけどね。ということでゲートに来ました。あそこですね。まだ並んでなかったですけど、隣がねモスクワ行きなんですよ。すごい人がいっぱいいる。ほとんどロシア人じゃないかな。ターキッシュはモスクワ直行便飛ばしてるんだね。なんでロシア行く人はあれですね、日本から行くってなったらイスタンブール経由だとスターラで楽かもしれないですね。今待合の椅子に座ってたらターキッシュの、スタッフの方が、チケットの確認とパスポートの確認来ました。ちゃんとね日本語でありがとうって言ってくれました。こういう一言泣けるよね、ということで始まりました。ビジネスクラスのバスで乗れることになりました。やったー。優先搭乗ですね。それでは乗ってきます。ということで飛行機の中入りました。ちゃんとモニターもあって結構きれいめな737ですね。はい、737ダッシュ800です。なんかピカピカだから新しいやつかもしれないな。お客さんはねそこそこいますね。満席に近いかもしれないですね。こんな乗るんだね。さっきの行きの関空からのやつより広く感じるんですけどあれなんかすごい狭かったもんな。この飛行機こっちの方がちっちゃいですけど、こっちの方がゆとりがあるように感じますね。で今回は窓側を、ちゃんと選びました。ちょっと後ろの方しかなかったんですけど、一応風景を撮れるかと思います。乗ってる時間はそんな長くないんですぐ着くと思います。隣にもお客さんが来ました。俺よりも体があって体重がある男性が一列にパンパンで並んでおります。みんなでかいね。これ狭いわやっぱり。 Your life vest is located under your seat or in the mid consoles between短いフライト時間なんですが、一応機内食が、配られまして、結構ボリュームがあります。さっきラウンジであったようなものとかぶってますけど、まずパンとこのハムとチーズとかキュウリとかのやつですね。でこれがストロベリーヨーグルトって書いてありますね。でお水ですね。で飲み物は炭酸水もらいました。これもね全く同じのがラウンジにありましたけど、これはもらいました。そんな感じですね。フライト時間はね1時間20分ぐらいみたいです。俺2時間あるかなと思ったけど2時間もないみたいですね。もう結構これぐらいまで来ちゃってるんで、もうすぐに到着だと思います。でさっきも言ったけど、ここは、オデッサがすごい近いので、バスでね、2時間から3時間ですぐに行けるぐらいウクライナが近いです。で私が行くのはこっちの奥の方のね、ベラルーシ側の、
手前にはなるんですけど、キーウなんでね、首都の、はい、まだここからバスで行くとすごい時間かかるんですけど、オデッサだったらすぐ着くという感じですね。はい、ターキッシュやっぱりクオリティは高いですね。短いのに、ちゃんとこういうサービスもやってくれます。ただね、今回座席がちょっと私ミスってるなと思ったのは、だいたい1列に3人座ってる席は見た感じないですよ。だいたい隣空いてるぐらいなんですが、私の席だけすごいでかい人たちで3人とも揃ったみたいな感じなんで、めっちゃ狭いですね。それではもう食事の片付けも始まってまして、この後ね、もうすぐに着陸態勢に入るみたいです。gereken bu formları giriş kapısından temin edebilirsiniz. Türk yolcularımızın yerel ということで、モルドバ・キシナウ国際空港到着しました。おお、すごい、ここで反転してますね。こんな狭いところで反転するんだ、すごいな。空港もね、そんな大きい空港じゃないはずです。ただ一応首都の空港になります。で、あと、世界最強と言われているアハモはモルドバで使うことができません。自分がパレスチナとかね、イスラエルとか、あとロシアいた時も使えたんですけど、モルドバはね、対象外なんですよね。なんで今回はオラフライのモルドバ、eSIM を買いました。 Niyetiniz için kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar lütfen yerinizde kalınız. Thank you for flying with Turkish Airlines, a member of Star Alliance. ということで、人生初のモルドバ到着しました。ということで、もう心なしかロシアの雰囲気がありますね。やっぱ旧ソ構成国の中で、生きてきた国なんで、もう今西側には入ってますけど、雰囲気がもうソ連っぽいわ。ということで、モルドバ無事に入国できました。イミグレーションではね、特に質問されることなくね、無言スタンプでした。ただ今、最後の税関チェックでですね、荷物開けろって言われたんで、今開けて、中なんだかんだとか言ってましたけど、結局何もなくね、出れたんですけど、本当に何も持ってきてないんでね、着替えぐらいしか、みたいな感じで行っていいよって言って出てきました。空港はね、なんか綺麗ですけど、結構小さいですね。カフェとかあって、あとレンタカー屋とか、奥にもなんかお店あるんでしょうね。今一旦空港の外出てみました。これ皆さんタクシーの勧誘の人たちですね。ボルトもね使えるみたいですね。で、今見てるとトヨタ車ばっかりですね。エストニアもトヨタ車ばっかりだったけど、やっぱり旧ソ構成国のロシア寄りの国々、よりというのも近い国々はやっぱ多いのかな、トヨタ車が。ライドシェアめちゃくちゃありますね。多分そんな高くないとめちゃくちゃ物価は安いです、この国は。現在外の気温はね1度でした。マイナスはいってなかった。1度、もうほぼ0度ですね。めちゃくちゃ寒い。ちょっと着替えようと思います。これ見てもらったら分かると思うんですけど、ほぼトヨタですね。全部トヨタだ。プリウスだ。すごいな。ここまでプリウスだらけなのもすごい。この自分が見たことない配車サービスもあるんだな。ウーバーはないですね。チェックインカウンターですね。あっちが到着階だったんで、平屋の空港って感じですかね。一応2階はありますね。2階にお店とかあると思いますけど、ありますね、カフェが。これが首都の空港なんだっていうぐらいちっちゃいですね。でも使いやすそう、コンパクトで。はい、モルドバ
ということで今回大阪・関西空港からターキッシュでイスタンブール乗り継ぎで、とりあえずねモルドバに到着しました。でこの後がね、一番大変な、移動になるのかなと思っておりまして、先ほども説明した通りねバスでウクライナに入っていきます。でその様子はね次回お届けしようと思いますので、はい、どうなるのか私も分かりません。ここから飛行機に乗るわけじゃなくて空港からねフィリックスバスが出てるんで、ちょっとまだね時間がだいぶ先なんですよ。今9時24分なんですけど、16時夕方の4時からのねバスなんですよね。それがこの空港からダイレクトにウクライナ、キーウ首都にね行くバスを予約しておりますので、ちょっとしばらく空港で、ゆっくりしてから、準備整えて、出発しようと思います。果たして無事に行けるのか、まあ行けるとは思いますけどめちゃくちゃドキドキしてます。はい、とりあえず一旦ここで動画を終わります。次回は陸路でモルドバからウクライナに入るところをお届けしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。